皆さん、こんにちは。日本語デイリーポッドキャストへようこそ。パーソナリティのゆうです。こんにちは、はるきです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、はるきさん、実は私、今朝すごく眠くて、ギリギリまで寝てしまって、朝ごはんを食べる時間がありませんでした。そうなんだ。ゆいちゃんは朝はちょっと苦手なタイプかな？そうなんです。典型的な夜型人間ですね。はるきさんはいつも朝すっきり起きているイメージがあります。僕はどちらかというと朝型人間だからね。朝の時間は結構好きだよ。いいなぁ。あ、そうだ。今日のテーマはこれにしませんか？日本の朝のルーティーン。日本人って朝どんな風に過ごしているのか、リスナーの皆さんも興味があるかもしれないですし。じゃあ、まずは起きるところから話そうか。ゆいちゃんは毎朝どうやって起きているの？私の朝はスマホのアラームとの戦いから始まりますね。まず6時半に1回目のアラームが鳴って、それを止めて、それから5分おきになるスヌーズ機能で7時くらいまでベッドの中にいます。わかるよ。あと5分だけって思う気持ち。僕もたまにあるよ。ですよね。でもはるきさんは朝方だったらもっとすっきり起きられるんですよね。そうだね。平日はだいたい6時にアラームをセットしているけど、その前に目が覚めることも多いかな。特に天気のいい日は窓から入ってくる太陽の光で自然に起きられるんだ。すごい。理想的な目覚め方じゃないですか。私なんて遮光カーテンを閉めているから部屋は真っ暗です。太陽の光で起きるなんて無理かも。週末はアラームをかけずに自然に起きるようにしてるよ。朝の静かな時間ってすごく気持ちがいいんだ。最近は朝活っていう言葉も流行っているよね。朝早く起きて仕事の前に勉強したり運動したりする人のこと。聞いたことあります。私も朝活に憧れるんですけど、まずはベッドからすぐに出る練習から始めないと。ベッドから出た後はどんな準備をする？僕はまず窓を開けて部屋の空気を入れ替えるんだ。そしてコップ一杯の白湯を飲む。左右、健康的ですね。私はまずスマホをチェックします。メールとか友達からのメッセージとか今日のニュースとか。ああ、それも現代的なルーティンだね。僕はスマホは朝ごはんを食べてから見るようにしてるかな。情報が多すぎると朝の静かな時間がなくなってしまう気がして。なるほど。確かに。私はスマホを見た後、急いで顔を洗ってスキンケアをしてメイクをします。この間、テレビをつけていることが多いですね。テレビ、わかる。朝の情報番組をつけて天気予報とか今日の占いとかをチェックするよね。そうそう。今日のラッキーアイテムはとか言われるとちょっと気になっちゃいます。はるきさんは朝テレビ見ますか？見るよ。僕はニュース番組かな。社会の動きとか経済のニュースを簡単に見るようにしてる。その後は着替えて朝ごはんの準備だね。僕は朝の準備はあまり急がず少し時間に余裕を持って行動したいタイプなんだ。余裕大事ですよね。私はいつもギリギリだから服を選ぶ時間もなくて、昨日これ着ようって決めておけばよかったって後悔することが多いです。毎日の夜に準備しておくのはいい方法だよね。そして一番大きな違いが出そうなのが朝ごはんですね。はるきさんの理想の朝ごはんってどんな感じですか？そうだね。やっぱり日本の伝統的な朝ごはん、つまり和食かな。炊きたてのご飯と温かいお味噌汁、それから焼き魚と卵焼き。時間があるときは納豆も食べるよ。うわー、完璧な日本の朝ごはん。旅館の朝食みたいです。でも、日本語を勉強しているリスナーさんには、ちょっと難しい言葉が多いかもしれませんね。焼き魚とか、納豆とか。
そうだね。これは良い機会だから簡単に説明しようか。まず、焼き魚は文字通り焼いた魚のこと。日本では朝ごはんに鮭やアジを食べることが多いんだ。そして納豆は大豆を発酵させて作った食べ物で、少し独特な匂いと味があるけど、すごく健康に良いんだよ。ネバネバしているのが特徴だね。ありがとうございます。そう、納豆は好き嫌いが分かれますよね。外国人の友達は最初はびっくりする人が多いです。でも好きになると毎日食べたくなるって言いますね。ゆいちゃんは今朝は時間がなかったって言ってたけど、普段はどんな朝ごはんを食べるの？私は断然パン派ですね。トーストにバターを塗ってヨーグルトとフルーツ、それからコーヒーを飲むことが多いです。いわゆる洋食スタイルですね。準備も簡単ですし。なるほど。それも定番の朝ごはんだね。日本では家庭によって和食派か洋食派かはっきり分かれることもあって面白いよね。本当にそうですね。時間がないときはコンビニでおにぎりとかサンドイッチを買って会社で食べることもあります。日本のコンビニは朝ごはんのメニューもたくさんあって本当に便利です。でもね、僕にとって朝ごはんって一日のエネルギーの源だからすごく大切だと思っているんだ。家を建てる時の土台みたいなものかな。土台がしっかりしていないと良い一日は始まらない気がするんだよ。家の土台。なるほど。例え話がわかりやすいです。そう考えると私ももう少し朝ごはんを大事にしようかなって思いました。明日からはあと15分早く起きるように頑張ります。さあ、そして最後は家を出るところだね。僕は玄関で靴を履く前に必ず持ち物を確認するよ。財布、スマホ、鍵、会社の ID カード。わかります。忘れ物チェックですよね。私もいつも、よし、鍵 OK、スマホ OK、財布、あった、みたいに声に出して確認します。声に出すのいいね。確実だ。そして最後に玄関のドアを閉める前に何て言う？もちろん行ってきますですね。私は一人暮らしですけど、誰もいなくてもなんとなく小さな声で言っちゃいます。僕もだよ。それは日本のすごく素敵な習慣だよね。日本語を勉強しているリスナーさんの中には、この行ってきますと、それに対する行ってらっしゃいという言葉にどういう意味があるのか不思議に思う人もいるかもしれないね。確かに、ただの I'm leaving とか bye とはちょっと違いますもんね。そうなんだ。行ってきますは直訳すると行ってきます。だから今から出かけるけどまた必ずここに帰ってきますというニュアンスが含まれているんだ。そしてそれに対して家族が言う行ってらっしゃいは気をつけてね、無事に帰ってきてねという相手を思う気持ちが込められた返事なんだよ。そういう意味を改めて聞くと、すごく温かい言葉ですね。ただの挨拶じゃないんだ。だから一人暮らしでも行ってきますっていうのは自分自身に今日も一日頑張って無事にこの場所に帰ってこようって言い聞かせているような大切なおまじないみたいなものなのかもしれないね。おまじない、素敵な考え方ですね。私も明日からもっと気持ちを込めて行ってきますって言ってみようと思います。いやー、こうして話してみると、春樹さんと私の朝のルーティン、全然違って面白かったですね。本当にね。でもどちらが良いとか悪いとかじゃなくて、自分に合ったスタイルで一日を始めるのが一番大切なんだろうね。さて、ここで今日の新しいコーナーです。今日のベストフレーズ3選。このコーナーでは今日の会話で出てきた便利で面白い日本語のフレーズを3つ選んで紹介します。おー、いいですね。復習にもなるし、すぐに使えそう。じゃあ、まず1つ目。何々派です。出ましたね。パン派とか和食派とか。その通り。これはいくつかの選択肢がある中で、自分がどちらのグループに属するか、
どちらが好きかを言うときに使います。例えば、朝ごはんはご飯派ですか？パン派ですか？みたいに聞いたり、私は断然犬派です。みたいに答えたりできます。すごく便利ですよね。キノコの山派か、タケノコの里派かとか。あはは、それは日本で一番有名な対立だね。じゃあ、二つ目。ギリギリまでです。私のことですね。ギリギリまで寝てしまったって言いました。そうだね。これは、時間や空間の限界、一番端っこまでという意味です。締め切りギリギリまでレポートを書いていたとか、電車のドアが閉まるギリギリで飛び乗ったみたいに、時間に余裕がない状況でよく使います。本当にそう。私の日常会話で一番使う言葉かもしれません。気をつけます。そして最後の3つ目。好き嫌いが分かれるです。納豆の話で出てきましたね。これはある物事について好きな人と嫌いな人の意見がはっきり2つに分かれるという意味です。食べ物だけじゃなくて映画や音楽の感想を言うときにも使えます。この映画は面白いっていう人とつまらないっていう人がいて、好き嫌いが分かれるみたいだね。という感じです。なるほど。意見が分かれるよりも、もっと好きか嫌いかがはっきりしている感じがしますね。これも覚えておくと会話が豊かになりそうです。以上、今日のベストフレーズ3選でした。ぜひ皆さんも使ってみてください。はるきさん、ありがとうございました。さて、このポッドキャストを聞いている皆さんの朝のルーティンはどんな感じですか？早起きは得意ですか？朝ごはんはパン派ですか？ご飯派ですか？君の国のユニークな朝の習慣なんかもぜひ知りたいね。ですね。ぜひコメントであなたの国の朝の習慣やあなた自身のルーティンを教えてくださいね。たくさんのコメント楽しみにしています。それでは今日の日本語デイリーポッドキャストはここまでです。また次回のエピソードでお会いしましょう。じゃあまたね。バイバイ。